こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック18になります。今回はメンズの刈り上げないショートカット方法です。以前出したダブルコンセプトカット、ハイグラデーションショート、サロンポピュラーベーシック6と根本的には変わりませんが、刈り上げないメンズショートもサロンでは人気のヘアスタイルです。このカット方法はいろいろアレンジしてカットすることができます。ウィッグがすでに削がれていますが、短くなったらこのような練習もしてみてください。こちらの動画は YouTube で世界各国の言語に切り替えて見ることができます。では早速動画をご覧ください。まず前頭部と後頭部に分けます。次にもみあげ部分を作っていきます。バックの耳のところで耳たぶが少し出るくらいに長めにカットします。はじめにそぎでもみあげの雰囲気を出していきます。次に目尻の上がったラインぐらいに髪を分け取り、その毛束で新たなガイドを作ります。このウィッグの場合、すでに前髪が短いので、この長さをガイドに床に平行にカットします。その後、チョップカットしてソフトにします。もちろん反対側も同じようにもみあげを作ります。左右対称かどうか、前側と後ろ側を確認してもみあげ部分の削ぎを行います。できましたら同じように新たなガイドを作ります。トップ部分の髪もカットできる髪はチョップカットします。反対側も同じようにします。バックセンターで分け、フロントサイドをガイドのサイド方向に引き、ブロックグラデーションで内側の髪も上に引き上げカットしていきます。反対サイドも同じようにブロックグラデーションでカットし、バックセンターで角を取ります。センターで分け、綺麗な馬蹄形になるように左右の形を見ながらカットします。
放射状にシェイプして左右対称になっていたら、横からバランスを見て襟足の長さをカットします。この時指2本ぐらい持ち上げてチョップカットします。こうすることで段差がつき、手先が薄くなります。下ろして襟足の形をチェックします。きれいに溶かし、よく見ると段差が見えますので、つなげたい段差のところにブロッキングを取り、襟足とつなげていきます。もみあげのバック部分をガイドに斜めスライスに取りつなぎますが、ウィッグの場合、三つ襟の部分が後ろに行ってしまい、横から見た時に襟足の表情が綺麗ではありませんので、第1パネルは三つ襟部分の髪を耳下に垂直になるぐらいに引き、三つ襟の長さが長くなるようにチョップカットをします。こうすると長さが残り、手先の表情が出てきます。次も斜めスライスに取り、この毛束は新たなガイドを作るつもりで、上の髪と襟足の髪を斜めスライスに取りカットします。できましたら、次のスライスラインも斜めスライスに取り、オフベースになるように引きカットします。次も上をガイドに襟足に向かってチョップカットします。同じようにバックセンターを過ぎるまで切り進めます。同じようにバックセンターを過ぎるまで切り進めます。初心者はハーフベースやオフベースなど、毛束の取る厚みを一定にしてフロント方向にどのくらいベースから外れてカットしているかを決めてカットしていくと左右対称に切れます。バックの反対側も同じように第1パネルは三つ襟の髪が長くなるように先ほどと同じようにカットして、第2パネルも同じ。第3パネルのベースからどのくらい外して切ったかを覚えておき、カットしていくと左右対称に切ることができます。本ベースやオフベースについては、詳しくはヘア・レイヤーカットの根本原理基礎6で詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。チョップカットするのは襟足を立てて仕上げた時に毛先の表情を出すためにチョップカットをしています。もちろん綺麗に収まりを良くしたい場合はチョップカットではなく直線にカットしても構いません。次に横スライスに取りチェックカットします。
サイド側も横スライスでチェックカットしていきます。反対側も横スライスで徐々に引き上げ、エレベーションでチェックカットします。次に前髪部分に移ります。すでに短いので前髪はこのままでいきます。本当は前髪センターは少し長めが良いのですが、これを活かしていきます。次のフロントサイド、目尻の上がったラインからきれいにカーブシェイプして分け取ります。耳周りをチェックカットします。その後、前方方向に引き、グラデーションをつけて、顔に馴染むようにカットしていきます。次に、そぎばさみで内側の髪を削いで、サイドのボリュームが出ないようにします。上の髪でカバーされるので、思いっきり削いで構いません。次に上の髪も内側の髪のそぎとつなぐようにそぎを入れますが、上の髪はあまり表面にそぎが出ないように注意します。トップの髪は角度を上げて足りないところの内側を削いでいきます。前髪も足りないところにそぎを入れます。反対側も同じようにバランスを見ながらそぎを入れていきます。次にバックは襟足部分にそぎで襟足の表情をつけていきます。襟足が前方向に出やすいようにハサミの入れる角度を考えてそぎを行います。上側の髪もそぎを内側にセニングレイヤーで入れます。
反対側も同じように削ぎを行います。襟足部分は前方向に出やすくなるように入れて、首になじませたいところは半ひねりして内側に削ぎを入れます。両方のバランスを見て確認しながら上の毛束も削ぎを入れていきます。トップ部分の毛束は前方向に溶かし、モヒカンからフロントサイドへと毛先にチョップカットしていきます。トップに動きを出すために短い髪が欲しい場合は、毛先のチョップカットを深く刃先が入るようにすると、短い髪と毛先を同時に作ることができます。毛束に対して平行に近い形で刃先を入れると、髪の長さに対して短い髪を作ることができて、トップの毛束感と動きを出すことができます。
ここは毛束の中間部に短い髪を作ります。これで動きとボリュームが出るようになります。周りをチェックします。カットは以上になります。仕上がりです。はい、仕上がりです。前からの仕上がりです。横の仕上がりです。襟足部分をチョップカットしたので跳ね上げて仕上げてみました。いろいろなアレンジができます。もちろんシンプルに仕上げることもできます。はい、以上になります。では今回はポイントだけ図解説明いたします。A の第1パネルはウィッグの場合バックセンターに髪が引かれやすく、横から見た時に襟足の表情が欲しいので長く残す場合、このように前方向に引き耳下までパネルを引き出し垂直に切り上げ、三つ襟部分の髪を長くします。ここがポイントです。次の B の第2パネルは新たなガイドを作るイメージで上のガイドと襟足のガイドを結びます。あとはこれらをガイドに斜めスライスでバックセンターを越えるまでカットを進めます。次のポイントはネープ部分のカットはバックセンターが少しずつ長くなるようにハーフベースもしくはオフベースでカットを進めます。これらをはっきり認識してカットすることで反対側も同じようにパネルをカットすることができ、左右対称にすることができます。これが基本です。エイズはオンベースの意味です。取り分けたベース内で毛束をカットすることをオンベースと言います。ビーズは一定の幅で毛束を取りますが、ビーズのように取り分けたベース幅半分ぐらい横にずらした図です。これをハーフベースと言います。シーズは取り分けたベース幅1個分毛束を横にずらした図になります。このことを右オフベース、左にずらしたい場合は左オフベースです。詳しくはヘアカットの根本原理、ヘアレイヤーカットの基礎6で動画にしていますのでご覧ください。はい、今回は大切なポイントを図解説明しました。以上になります。メンズの内側刈り上げないショートカットです。幅広い年代層に受け入れやすいヘアスタイルです。あとは長さの選定と内側刈り上げなどで少しニュアンスが変わります。身につけておくとアレンジが効くスタイルになります。今回は以上になります。もし見て参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。